皆さんこんにちは、山上エリシャです。今日はですね、iHerb の購入品紹介をしていきたいと思います。今回はね、リピート品ももちろんだし、初めて購入したアイテムもね、たくさんとご紹介できたらいいなと思います。前回よりも箱は小さめなんですけど、これでも11点入ってるのでね、盛りだくさんなので早速始めていきたいと思うんですけど、どれからいこうかな。じゃあ最初は初めて購入したものたちからね、紹介していきたいと思います。こちら、これはデイベッツのプレミアム歯磨き粉センシティブ&ホワイトニング歯磨き粉を購入してみました。iHerb ではね、いつも同じものをね買ってるんですけど、ちょっと今回違うものを試してみようかなと思ってレビューの良かったデイベッツを購入してみました。しかもパッケージング超可愛くない？シンプルでめっちゃ可愛い。すごい高級感ある歯磨き粉です。でも高い高級歯磨き粉です。1700円した。これはナチュラルペッパーミントの味で、私やっぱ歯の矯正をしてるからちょっと歯がセンシティブになっちゃうのね。でそれで歯がセンシティブちゃんでも使えそうな歯磨き粉と、あとこれねホワイトニングも書いてあるので、それもちょっと気になってね今回買ってみました。これ iHerb でもね結構原材料がナチュラルなものなので結構売り切れてることも多いらしくて、今回買えたので超ラッキーでした。泡立ちはね割と控えめならしいです。ちょっと試すのがめっちゃ楽しみ。よかったらまたねインスタの方でアップしたいと思います。何よりもこのパッケージが可愛くて、それだけでもめっちゃテンション上がるはい、それでオーラルケア関連でいくとね、こちらこのドクタータングススマートフロスです。カルダモンフレーバーだって。珍しくない？普通ミントとかが多いじゃん。でこれのすごいところが水分を含むとね膨らむんだって。だから汚れをねよりキャッチしてくれるらしいんですけど、なるほど、これがフロスだ。この中になんかこういうパッケージのさ中に入ってるのかと思ったら、これ自体がフロスだったわ。珍しいね。こんな感じで最初からねちょっと太めな糸なんだけど柔らかい。なんかよく日本で見るようなワックスされてる感じの糸とは全然違うかな。ふわふわ。これも使うの超楽しみです。しかもカルダモンの香りがちょっとしてめっちゃいい香り。これ癖になりそう結構ねデントルフロスはすごい大事と言われてるので、これでね頑張りたいと思います。やばいこれめっちゃいい香り次はこちらです。パシフィカっていうところのココナッツ&チャコール脇用デトックススクラブです。これはね脇専用のスクラブ。あんまり聞いたことなくない？夏もねもうあっという間に来ると思うので気になったので買ってみました。中はねこんな感じ。結構たっぷり入ってます。ちょっとね日本にはないやっぱ独特の海外のココナッツの香りがします。でも嫌いじゃないかも。ちょっと夏っぽさがあって使いやすそうです。脇って結構センシティブだからそれでなのかスクラブもね割と小さめなのでめっちゃ良さそう。やっぱね皆さんも脇の香りだったりとか黒ずみとか、あとターンオーバーをお手伝いしてもらうためにこれを使ってるみたいです。これもねめっちゃ使うの楽しみだわ。 100% ビーガンでクルーエルティフリーだから動物実験をしてないものになってます。ちょっとねスクラブではあるので何日間に1回試していくって感じだと思うんですけど、これもね夏になる前に何回かトライしてみたいと思います。なんか膝とか肘とかにも使えそうだよね。黒ずみとかにもいいんだったら。楽しみ。はい、次はこちらです。アドバンストクリニカルのビオチンのヘアマスクですね。なんかすごい色。めっちゃピンク。私髪の毛がねめっちゃ多いのねめっちゃ多いんだけどすっごく細いの。だから結構ねちぎれやすかったりとかもするので、これで強くなればちょっと嬉しいなと思って今回は購入してみました。髪の毛に塗って5分10分置いてから
洗い流すタイプのスクラブになってます。おおめっちゃもうなみなみに入ってる。あ、なんだろうこの香り、なんか柔軟剤みたいな香りがする。でもすごくない？うわー、ちょっと飛んでて色がね伝わりきれてないんですけど、めっちゃピンクでこれもねめちゃくちゃレビューが多くって、やっぱ大容量でコスパがめちゃくちゃいいっていうのと、髪の毛がめっちゃサラサラになるっていうレビューが多かったのでね、ちょっと試してみたいと思いますはい、でヘア関連でね次は行こうと思うんですけど、こちらを購入してみました。キッチのサテンヒートレスカーリングセットです。これはねエクストララージのものをゲットしてみました。最近よくインスタとか TikTok とかでもそうだけど、熱を使わない髪の毛の巻き方とか靴下を使ってやってたりとかするじゃない。それのオフィシャル版もうそれ専用のものになってます。なのでね、後ろ見た感じもこうやってやり方が書いてくれてるんですけど、こういうウェーブができるんだとかでもね、ここのブランドはめっちゃ海外でも有名で、 2,3 年前ぐらいかな。でなんならコロナの時ぐらいにみんなレビューしてて、ずっと気になってたんですけど、iHerb でもね販売してるのを見てちょっと購入してみました。このブランド自体はね、ほんとバリエーションがめっちゃ豊富なんだけど、iHerb では大きさは2種類、このエクストララージともう一つもうちょっと細めなものが売ってありました。じゃん、こんな感じでね、シュシュが2つついてるのと、これもっちもちのねクッションが中に入ってる棒で、これをこうやってクリップとかでなんか留めてこう巻いていくのよ、髪の毛をこうで最終的にこのシュシュでね下で留めるって感じなんですけど、やっぱりね髪の毛がめちゃくちゃ多いので、毎日巻き髪にしたくてももうやってるだけでめっちゃ疲れちゃうから、寝てる間に完成してくれるんだったら嬉しいなと思って、これをちょっと試してみたいと思います。これワイヤーが入ってるの分かる？こう曲がる。でもね、めっちゃワイヤーが入ってるって言っても普通にこうやっても分からないぐらいの細いワイヤーだと思う。クッション性がすごい。これね、なんか似たようなものいっぱい売ってるんだけど、その中でも全然これのクッション性が違くて、寝る時もね気にならないっていうレビューがねめっちゃ多かったので、これは試してみたいと思います。これをね結構試すの楽しみはい、次はですねちょっとランダムなんですけど、ベーキングパウダーです。私結構そのパンケーキとかドーナツとか、あと天ぷらにもねちょっと入れたりとかするので、意外とすぐなくなっちゃうので、大容量のベーキングパウダーを iHerb で購入しました。はい、これはもうベーキングパウダーですでこれずっと気になってたんだよね。このヤムアースのグルテンフリーフルーツスナックの、これはトロピカルです。グミめっちゃ最近またグミにハマっちゃってね、現場でねいっぱい食べるので、じゃーん、こうやって個包装なってるのいいなと思って買ってみました。可愛くない？この大きいのにね10個これが入ってます。これいろんなね味のものがあったんだけど、私トロピカルのやつにしてみました。超美味しそう。開けるね開けれないよあ、でもすごいよこれ。エッグフリー、グルテンフリー、シェルフィッシュフリー、フィッシュフリー、ピーナッツフリー、ツリーナッツフリー、ソイフリー、デイリーフリー、セサミフリーになってます。わあ、いっぱい結構いっぱい入ってるよ。2、4、6、8、9個入ってました。かわいい。見て、パイナップル。何が入ってるんだ？ラズベリー、マンゴー、パイナップルだって。これマンゴーかな？パイナップルいただきます。なるほどね。なんか食感は自分が思ってたグミとは違ったんだけど、味めっちゃ美味しい。マンゴーめっちゃマンゴーだよ。若干歯にくっつくんだけど歯切れはいいみたいなちょっと矛盾してる感じの食感なの。面白い。なんかのグミに似てるんだよね、この食感。日本でもあるやつで。でもこれめっちゃ美味しい。
しかもかわいいゼリービーンとグミとなんかゼリーの間みたいな食感が一番近いのかも。私このマンゴーがめっちゃ美味しい今ねレビューも見てるんだけど、やっぱ海外のブランドだからさ、一袋に偏りがある場合がありますって。さっき食べた袋にはマンゴーが入ってませんでしたっていう、そういう時もあるみたいでもこれはめっちゃ美味しいのでね、買ってよかったです。嬉しい次行きますはいでね、ここからはリピート品になるんですけれども、じゃんまた歯磨き粉です。これはね、ナウフーズのキシリホワイトです。これはもうアイハーブで有名な歯磨き粉なんですけれども、私もこれをね、ほんといっぱい買ってます。使いやすいし、なんかちょっとジェルっぽいテクスチャーになってるので泡泡にならないし、結構私は気に入って使ってます。味もね強すぎないのでめちゃくちゃ良くて、で歯磨き粉をね絶対に使うものなので、今回はねこの2つを買いました。なので新入りちゃんと私の中での王道入りの歯磨き粉チャンスです歯磨き粉チャンス。はい、次はこちらビューティーオブジョンソンのデイリーリリーフサンスクリーンです。日焼け止めですね。これのリピート品で、これねやっぱ使いやすいんだよね。成分もちょっと変わったのかな。パッケージングが前のと変わりました。これ韓国のねブランドなんだけど、アメリカとかでもすごい人気なもので、私もねこれ3本目かな。私は顔専用で使ってるんですけど、伸びもめっちゃいいし、お化粧のね下でもね使いやすいので、これをねまたリピートしました。顔の日焼け止めは気分と肌のね調子を見ながら選んでるので、これもまたそのオプションの中に入れたいと思います。はい、そして次はこちらミセスメアーズクリーンデイの食器洗剤になってます。これね前回紹介した時に初めて買ったって言ってたんだけど、購入履歴見たら全然前にも買っててやっぱね今回使ってもめっちゃ良かったので、違う香りを今回はセレクトしてみました。で前回購入したのがレモンバーベナだったんだけど、これはゼラニウムっていう香りをセレクトしてみました。いい香り。結構ねその2つが人気みたい。植物系とかお花系の香りなんだって。で夏っぽいって書いてるこれからの季節にぴったりなのかもね。これはね泡立ちがめちゃくちゃ良くて、これとサンサンスポンジ、インスタとかでね見るかもしれないんですけど、そのサンサンスポンジっていうスポンジと使うともう超泡がねモフモフになるんですけど、これはね結構リピート今後もするかなって思いました。あとねこれ手荒れ本当にしなかったです。だからこれはめちゃくちゃいいなと思いました。私結構ね手袋が苦手だから使わなきゃいけないって分かってるんだけど、ちょっと苦手だからこれでなんとかさせてもらいますはいこちらもめっちゃおすすめです。はい、そして最後はこちらです。デルマイーのクレンザーです。もうこれもね私のアイハーブ購入品紹介でめちゃくちゃ出てるんだけど、これ今回ちょっと出てきちゃってるわ。段ボールが濡れちゃってるんだけどこれはねヒアルロン酸カモミールビタミン E が入ってるジェントルクレンザーなんですけど、洗顔めちゃくちゃねシンプル。なんかこれを使って劇的に変化があるっていうものではないんですけど、なんか安定して使えるものだから、なんだかんだいつもねこれに戻ってます。しかもねジェルクレンザーなんでめっちゃ使いやすくて、突っ張りもなく朝とかにねめちゃくちゃいいので、これをまたリピートしました。でねこのデルマイーっていうブランドもこのクレンザーもめっちゃいいし、クリームも良かったりしてね、アイハーブでもめちゃくちゃファンが多いブランドさんなんですけど、これは間違いないのでまたリピートしましたはいという感じで今回のアイハーブ購入品紹介いかがだったでしょうか。結構ねパパーっと紹介しちゃったんですけれども、気になるものございましたか？ほんとね初購入品紹介でもあったんですけれども、おすすめのリピートアイテムとかもね紹介できてとても私は嬉しかったです。ほんとね何回もリピートしてるものなので
気になるものがあったので、ぜひトライしてみてほしいと思うんですけれども、今回も最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ